食べ物まるっと研究所です。今回は摂りすぎると体に悪い食品添加物についてお話しします。普段何気なく食べている食品に含まれている保存料、甘味料、着色料、香料など、一見無害に見えるこれらの添加物の中には、長期間摂り続けると体に深刻なダメージを与えるものもあります。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにして、摂りすぎると体に悪い食品添加物をピックアップして、どんな食べ物に含まれているのか、どのような悪影響があるのかをお話しします。健康な毎日を送るための参考にしていただけたら嬉しいです。体に悪い添加物一つ目は防カビ剤です。海外から輸入されるオレンジやレモン、グレープフルーツ、バナナなどにはカビを防ぐためにオルトフェニルフェノールやチアベンダゾールなどの防カビ剤が使用されていることがあります。これらの防カビ剤は動物実験で発がん性や腎臓への悪影響が確認されているので、私は可能な限り避けた方が安全と考えています。ドイツの消費者健康保護獣医学連邦研究所のラットの実験でも、低用量でのリスクは低いとしながらも、食事中 0.5% から 4% の濃度でオルトフェニルフェノールを慢性的に摂取すると、膀胱がんが発生したという結果が出ています。またもう一つのチアベンダゾールは、腎臓にダメージを与えたり、免疫機能に悪影響を与える可能性があります。東京都健康安全研究センターの研究でも、マウスにチアベンダゾールを与えた結果、腎臓の組織に腫れや白い斑点などの異常などが見られ、腎臓にダメージを与える可能性があると結果が出ています。さらに、同じ研究センターが行った動物実験では、オルトフェニルフェノールとチアベンダゾールを併用すると、単独で摂取するより肝臓と腎臓に対する悪影響が大きく、死亡率も高くなることが確認されています。研究センターは、種の異なる動物に障害を与える物質は、人への危険性が高いと結論付けています。防カビ剤が添加されている果物は、包装や陳列台に記載があるので、健康のために果物を食べるのであれば、防カビ剤が添加されていないものを選んでいきたいですね。体に悪い添加物2つ目は、亜硝酸ナトリウムです。亜硝酸ナトリウムは、ハムやベーコン、ウインナー、サラミ、ワインなどに添加されることのある発色剤です。豚肉や牛肉は時間が経つと黒ずんできますよね。それを防いで、きれいな色を保ったり、細菌の増殖を防ぐために添加されています。この亜硝酸ナトリウムは添加できる量が決まっているので、添加された食品を食べてもすぐに体に悪影響が出ることは少ないです。ただ、亜硝酸ナトリウムは毒性が強いので、摂りすぎには注意が必要です。イタリアのローマ・ラ・サピエンツァ大学の研究でも、亜硝酸ナトリウムを過剰に含む食品を摂りすぎると、急性中毒から死に至ることもあるとしています。また他にも、肉や魚などのタンパク質を消化すると生成されるアミという物質と亜硝酸ナトリウムが結びつくと、発がん性物質に変化することも気をつけたいポイントです。カナダ国立科学研究所の論文でも、亜硝酸ナトリウムがアミンと結合することで、様々な動物実験でがんを引き起こすことが分かっていると発表しています。最近では亜硝酸ナトリウムを使用していないハムやウインナーなども手に入ります。パッケージに無塩石と書かれているものを選ぶといいですね。体に悪い添加物3つ目はリン酸塩です。リン酸塩はハムやソーセージの食感を良くしたり、菓子パンやインスタント食品、コンビニのお弁当などの保存性、品質維持のために添加されます。リンは体の中にもともと存在するミネラルで、骨や歯を作ったり、神経や臓器の働きを支える役割がありますが、摂りすぎると腎機能障害や骨が脆くなるなどの影響があります。アメリカ食品医薬品局も、栄養所要量を超えるリンの摂取は、ホルモン調節を著しく乱し、ミネラル代謝の乱れ、高血圧や動脈硬化などの原因になる血管石灰化、腎機能障害、骨の量の減少につながる可能性があるとしています。また他にも、徳島大学の論文では、食事からのリンの摂取量が習慣的に増えると、血液中のカルシウム濃度が低下する
リンを多く含む食事が骨の健康を損なう可能性があると結論付けています。外食や加工食品を食べる際に知らないうちにリン酸塩を摂りすぎてしまうことがあるので、できるだけ原材料を確認してリン酸塩の過剰摂取に気をつけたいですね。また、リンの影響を和らげるためにはカルシウムを十分に摂ることも大切です。体に悪い添加物4つ目はカラギーナンです。カラギーナンは液体が分離するのを防いだり、液体を固めるためにドレッシングや豆乳、缶コーヒー、ミルクティー、乳飲料、ゼリーなどに使われることがあります。カラギーナンは海藻類を原料とした天然添加物の一つですが、摂りすぎると胃腸の不調など健康に悪影響を与える可能性があります。アメリカのイリノイ大学が行った研究では、潰瘍性大腸炎の症状が治まり、安定してきた患者にカラギーナンを含むカプセルを投与したところ、大腸炎が再発するケースが確認され、この結果からカラギーナンの摂取が潰瘍性大腸炎の再発を早める可能性があることが分かったとしています。また他にも、カラギーナンは血糖値をコントロールするインスリンの働きを阻害して、糖尿病の発症リスクを高める可能性があります。イリノイ大学がマウスや人間の肝臓細胞を使った研究でも、カラギーナンを投与すると血糖を正常にコントロールできなくなり、血糖値が上昇しやすくなることが確認されていて、食事中のカラギーナンが糖尿病の原因の一つになる可能性があると結論付けています。体に悪い添加物5つ目は安息抗酸ナトリウムです。炭酸飲料、栄養ドリンク、シロップ、レモンジュース、漬物などの保存料として使われる安息抗酸ナトリウムは、ビタミン C と反応すると発がん性物質であるベンゼンを生成する可能性があります。イランのハマダン医科大学が小売店や地元の市場から収集した炭酸飲料やフルーツジュースのベンゼン濃度を測定したところ、16個のサンプル中2つでWHO が設定した最大許容限度を超えるベンゼンが検出されています。さらに、安息抗酸ナトリウムとビタミン C が多く含まれる飲料ほど、ベンゼンの濃度が高かったと結果が出ています。また他にも、WHO の資料では、短期間で人の体に害を与える急性毒性は低いとされていますが、高濃度の安息抗酸ナトリウムは、中枢神経系、肝臓、腎臓に影響を与えたり、食欲不振、嘔吐を引き起こすとしています。また、腎麻疹や喘息の持病がある人は、症状の悪化が観察されたとしているので注意が必要ですね。体に悪い添加物6つ目はソルビン酸カリウムです。ソルビン酸カリウムは、クリームパン、たくあんや紅生姜などの漬物、ハム、サラミ、ベーコン、サキイカ、ジャム、ワインなど数多くの食品に添加されています。ソルビン酸カリウムはカビを防いで食品を腐りにくくするために添加されますが、腸内細菌の繁殖を抑えてしまう可能性があります。腸内には免疫細胞の約7割が存在するので、腸内環境が乱れることで免疫力が低下する恐れがあるので気をつけたいポイントです。チェコ共和国のカレル大学の研究でも、ソルビン酸カリウムを長期的に摂ると、腸内細菌の構成や機能が変化して免疫系に影響を与える可能性があるとしています。ソルビン酸カリウムを長期的に摂り続けることは避けた方がいいですね。体に悪い添加物7つ目は合成着色料です。カクテルやかき氷のシロップ、お菓子、おつまみなどに使われる青1、青2、シロップや漬物、かまぼこ、ソーセージなどに使われる赤2、赤3、赤40、たくあん、練りウニ、シロップ、お菓子などに使われる黄4、黄5。これらの合成着色料は食品の見た目を良くするために使われますが、バングラデシュのダフォディル国際大学の研究では、マウスに青1を摂取させると腎臓腫瘍が発生し、栄養チューブからの摂取では死亡するケースも確認されています。また青2は脳腫瘍と膀胱腫瘍が発生し、その他の着色料は様々な種類のがんや数多くの健康への悪影響を引き起こす可能性があると結論付けています。他にも
アメリカ・カリフォルニア大学の研究では、赤3は動物にがんを引き起こすことが確認されていて、青1、赤40、黄5は体が過剰に反応する過敏症反応を引き起こす。黄5はがんの原因にもなる遺伝性毒性があるとしています。食品に合成着色料が添加される量は少ないので、現状では許容量を超えることはないとされています。ただ、大量に食べ続けた場合、必ずしも安全とは言い切れません。成分表をよく確認して、できるだけ無着色のものを選びたいですね。体に悪い添加物8つ目はパラベンです。防腐剤、保存料として使用されるパラベンは、醤油やソース、清涼飲料水、シロップ類などの食品に含まれることが多く、乳がんリスクとの関係が指摘されています。アメリカのサンディエゴ州立大学の研究でも、乳がん患者711人と乳がんのない女性598人から採取した尿を分析した結果、尿の中に含まれるパラベン濃度が高い女性は、濃度が低い女性に比べて乳がんのリスクが高かった。パラベンは乳がんの発症確率を30% から 50% 高めることが判明したと結論付けています。また他にも、パラベンは妊娠中の胎児に影響を与えて、将来的に子供の肥満と関連する可能性があります。アメリカのテネシー大学が複数の研究をまとめたレビューでは、パラベンが人の細胞で脂肪形成を促進することが確認されています。また母体から胎児に移行することも確認され、発達期の子供がパラベンにさらされると、将来的に肥満になるリスクが高まる可能性があると報告しています。パラベンは化粧品や食品だけでなく、シャンプーや洗剤、医薬品など様々な製品に添加されています。知らず知らずのうちに多くの製品を通じて体に取り入れてしまう可能性があるので、日常的に使う製品の成分表をよく確認することが大切ですね。体に悪い添加物9つ目はサッカリンナトリウムです。砂糖の約300倍の甘さを持つサッカリンナトリウムは、甘味料として清涼飲料水やお菓子、漬物、シロップなどに使用されることがあります。スペインのグラナダ大学の論文では、サッカリンは腸内細菌のバランスを乱し、その結果、血糖値を正常に維持できなくなる対等脳異常を引き起こす可能性があるとしています。対等脳異常は、食事の後の血糖値が通常より高くなりやすくなる状態で、これが糖尿病のリスクを高めたり、高血糖が続くことで動脈硬化の原因になる可能性もあります。他にも、ブラジル・リオグランデドスル連邦大学の研究では、ラットにサッカリンで甘くしたヨーグルトと無糖のヨーグルトを与えると、総カロリー摂取量が同じであったにもかかわらず、サッカリンを添加したヨーグルトの方が体重増加が大きかったことが確認されています。このようにサッカリンナトリウムの過剰摂取は、腸内環境を乱したり、体重増加のリスクを高めるなど、様々な健康問題を引き起こす可能性があるので注意が必要です。体に悪い添加物10個目は、アリュー酸塩です。アリュー酸塩は酸化防止や漂白のために、ワインやシロップ、むきエビ、カニフレーク、ドライフルーツ、ドレッシング、マスタード、コンビニ弁当などに添加されることがあります。このアリュー酸塩は摂りすぎると胃腸の不調を引き起こす可能性があります。大阪府立大学、名古屋大学、筑波大学の研究者による動物実験でも、胃の粘膜細胞がアリュー酸塩にさらされると、酸化ストレスによって損傷を受けることが確認されたと結果が出ています。さらに、アリュー酸塩を摂取すると、体質によって皮膚炎や胃腸の不調、喘息の悪化などのリスクがあることも注意しておきたいポイントです。オーストラリアのラ・トローバ大学の研究でも、アリュー酸塩は敏感な人に対して皮膚炎、蕁麻疹、低血圧、腹痛、下痢、生命を脅かすアナフィラキシー反応や喘息発作など様々な悪影響を引き起こす可能性があるとしています。また、成人の喘息患者の3% から 10% がアリュー酸塩に対して有害反応を示し、その中には生命を脅かす反応を経験する可能性もあると結論付けています。成分表示を確認して、アリュー酸塩はできるだけ摂取しないように注意したいですね。
体に悪い添加物11個目はアスパルテームです。甘味料として使用されるアスパルテームは 100g あたりのカロリーは砂糖とほぼ同じですが、甘さは砂糖の約200倍もあるので、わずかな量で食品に甘みをつけることができます。アスパルテームはダイエットソーダや糖質オフのスポーツドリンク、アイス、ヨーグルト、ガム、飴などのお菓子、プロテインバーなどに使われていて、原材料名にはアスパルテーム L フェニララニン化合物と表示されています。普段何気なく口にするものが多いですよね。そんなアスパルテームは摂取すると脳細胞が刺激されて頭痛や不眠症、不安や恐怖の感情が出る不安神経症、感情や欲求のコントロールが低下する行動障害などを引き起こすことがあります。南アフリカのブレトニア大学の論文でも、アスパルテームは敏感な人に神経障害や行動障害、頭痛、不眠症などを引き起こす可能性があり、また過剰な摂取により特定の精神疾患を発症するリスクが増え、学習機能や感情機能が低下する可能性があると結論付けています。さらにアスパルテームは体内の抗酸化物質のバランスを崩して酸化ストレスを引き起こします。酸化ストレスが慢性的に続くと、がんの発生リスクや老化の加速、生活習慣病の原因にもなってしまいます。ブレトリア大学の研究でも、アスパルテームは推奨される安全レベル内であっても、酸化物質と抗酸化物質のバランスを崩し、酸化ストレスを誘発する。また、様々な細胞や組織に影響を及ぼして、最終的には全身性炎症につながる可能性があると結論付けています。体に悪い添加物12個目はアセスルファムカリウムです。甘味料として使われるアセスルファムカリウムは、砂糖の200倍の甘さを持ちながら、カロリーはゼロです。水に溶けやすい性質を持つので、清涼飲料水やダイエット食品、ガムなどのお菓子に含まれていることがあります。アメリカ・ジョージア大学のマウスを使った研究では、アセスルファムカリウムを4週間投与すると、腸内の細菌バランスが乱れ、全身性慢性炎症を発症するリスクが高まると結果が出ています。体の中で長期間にわたって炎症が続く慢性炎症は、血管や臓器にダメージを与え続け、がんや動脈硬化、肥満、糖尿病、認知症など様々な病気を引き起こすリスクを高めるので、アセスルファムカリウムを日常的に摂り続けるのは避けた方がいいですね。体に悪い添加物13個目はスクラロースです。砂糖の600倍もの甘みを持つスクラロースは、ソフトドリンクやノンシュガーのお菓子、ダイエット食品の甘味料として広く使われています。オランダのフローニンゲン大学の研究では、炭水化物と一緒にスクラロースを摂取すると、体が糖を処理する力が急速に低下し、さらに甘みを感じる脳の感覚も長期的に鈍くなる可能性があると結論付けています。甘みを感じる脳の感覚が鈍くなると、食事の満足感が得られにくくなって、より多くの甘いものを欲する傾向が出ることがあります。その結果、カロリーを摂りすぎて体重増加につながってしまうんですね。また他にも、アメリカ・ジョージア大学の研究では、6ヶ月間許容摂取量のスクラロースを摂取すると、腸内フローラが破壊されて炎症を発症するリスクが上昇すると結果が出ています。炎症は様々な病気の原因につながるので、スクラロースの摂りすぎには注意が必要です。今回は摂りすぎると健康に悪影響を及ぼす可能性のある食品添加物についてお話ししました。許容摂取量を守れば安全とされる添加物もありますが、知らず知らずのうちに過剰摂取してしまうと体に悪影響が出ることがあります。余計な添加物を避け、安全で美味しい食べ物を食べて健康な体づくりを目指していきたいですね。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価いただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。